こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日は関東在住の鳥サポが大分まで来たのだ。2012年以来の大分訪問だから最後まで見てね。なんで大分には11年ぶりに行くのだ？投稿者は前職がブラック企業で大分に行ける機会がなかったのよ。転職後も休日数が増えたんだけど、大分に行こうとしたらコロナで断念した次第よ。夏休みで心の環境整備をしている投稿者です。それでは前回、大分に来た時はどこに行っていたかと申しますと、海卵、原尻の滝、竹田市の円形分水、別府の海地獄などを巡っていました。もちろん、トリニータの試合にも見に行って勝利しています。久々の投稿だからトリニータの応援歴も話してみたら？なんといっても応援の一体感でしょう。それだけだとちょっと弱いのだ。2005年の J リーグ最終節のベルディとトリニータの試合を見に行ってきました。場所はアジスタで、トリニータ側の席に座っていましたが、今でも交流の続く鳥サポと出会いました。大分空港に着いたのだ。前回の大分旅行は往復で東京から小倉経由で大分に電車で移動していました。あの時は飛行機が怖かったもんね。大分に来てくれちありがとう。誰だお前は！枝豆次長氏を。私は九州それと申します。この旅の案内役として最後まで案内します。投稿者は大分に内部知識がないから案内役はいてくれた方が嬉しいのだ。そんな面白いことを言えるのはさすがですね。朝起きたら黒が丸にならないように気をつけてください。取り乱して失礼いたしました。それでは空港からバスに乗って宇佐神宮に行きましょう。宇佐神宮に着いたのだ。でも2泊3日の旅程だから荷物は大丈夫なの？投稿者には事前に荷物をホテルに送るように仕向けたので、ショルダーバッグだけで身軽に行動ができます。さすがっす。でも宇佐神宮は旅行サイトでおすすめにされているけど、なんでそこまでおすすめの観光地なのだ？簡略化してお話しいたしますが、ここは八幡様が祀られている総本宮なのです。もう少し噛み砕いて説明できるかしら？まず八幡様は八幡の神とも言われ、王神天皇と同一とされています。そして宇佐神宮は4万6千の八幡様を祀っているお社の総本宮となるわけです。関東にも元八幡とか八幡山、代々木八幡があるのだ。ということは八幡と名称があるお社の総本宮こそが大分県にある宇佐神宮につながるのね。そういうことになります。それじゃ上空から参拝するのだ。ちょっと待ってください。実は宇佐神宮は二礼四拍手一礼が拝礼方法となります。これ出雲大社と拝礼方法が一緒ね。そうなんです。ただし宇佐神宮の公式もなぜこのような経緯に至ったのかは不明とのことです。それじゃ、僕も正しい拝礼方法をお見せします。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。あれ？ここどこ？日陰で休ませていたんですよ。僕だったらゆで豆にされていたのだ。大丈夫そうだね。ということで、こちらが下宮になります。ここでは先に上宮から下宮の順にお参りするのが一般的です。なんで上宮と下宮の2つがあるのだ？上宮は国家の神として、下宮は民衆の神として、宇佐神宮内で分けられています。それでは尺の都合もあるので、路線バスで宇佐駅に向かいましょう。次はどこに行かされるのだ？それでは亀川駅に向かって八幡かまど神社に。先生、
南郭も雪が怪しいです。私の体には雨雲レーダーが内蔵されているので確認してみましょう。なんじゃこりゃ。もう亀川駅の切符を買ってしまったのだ。仕方ありません。別府駅に向かいましょう。これも旅の一部ね。楽しみにしていただいたのに申し訳ございません。謝る必要はないのだ。念願の大分の温泉に入れるのだ。そういえば前回の大分旅行は温泉に行かなかったわね。今回は別府の竹瓦温泉をご案内いたします。 Google マップでも高評価がついているのだ。外観もとてもレトロな感じね。コーヒー牛乳が早く飲みたいのだ。そんなに慌てないでください。この竹瓦温泉は1879年から営業をしています。なんといっても源泉かけ流しなので、湯船周りが着色しているのが時代経過を物語っています。でもなんで大分は温泉が有名なのだ。尺が長くなるので簡単に話しますが、大分県という土地柄、現在でも火山が多く存在しています。要は火山近くにある地下水が有機物と一緒に温められて温泉になっているのね。本当は詳しく話したいのですが、その理解で間違いはないです。なんかブラタモリみたいなのだ。2日目は臼杵に行ってくるのだ。着いたのだ。便乗するのは良くないのだ。今回は投稿者のご要望により午前中は臼杵にやってきました。それで午後からはトリニータの試合を見に行ってくるのね。とはいえ投稿者が臼杵に行きたいとか何があるのだ。知りたい気持ちはわかりますが、まずは臼杵城にご案内いたします。臼杵駅から歩いて10分くらいでお城に着いたのだ。言い方は失礼だけど臼杵城は知名度が低いような。それでは皆さんは大友宗麟をご存知ですか？僕は山川の日本史で知りました。こちらの方が大友宗麟です。この画像でいいの？手短に話しますと、大友宗麟はキリシタン大名として知られています。ザビエルとマブダチだった人よね。確かに彼はザビエルと交友関係にあり、大友領内でキリスト教の活動を認めていました。でもキリシタン大名という表面的な情報しかわからないのだ。ちなみにこのお城には一時的にキリシタンの礼拝堂がありました。それほど大友宗麟とキリスト教の影響は残っていたことにもなります。ここからは尺の関係で外交を軸に話していきます。大友宗麟は明朝、琉球、カンボジア、ポルトガルなどと外交や貿易をしていました。ワールドワイドなのだ。当時の時代背景を考えるとかなり大胆な活動をしていたわね。さすが四国メタンさん、一緒に美味しいイチコが飲めそうです。お昼ご飯にするのだ。レトロな雰囲気が入るわね。それでは投稿者がかねてから食べたかったところにご案内いたします。おそらく大分県民の97割は驚くと思います。これは大分の市内局番と掛け合わせる高度な頭脳プレイ。うるせえのだ。こちらのポルトクラさんでお昼ご飯をいただきます。早く食べたいのだ。いますよ。せーの。色が鮮やかね。やったのだ。カレーピラフなのだ。ずんだもんはお子ちゃまだから仕方ありませんね。今回いただきますのはポルトグラランチです。臼杵市民は全員いいねボタンを。この黄飯と火薬こそが投稿者が東京から大分に来て食べたかった料理となります。かなり変化球をつけてきたわね。まず黄飯というのが字のごとく黄色いご飯となっております。でもなんで黄色いのだ。実は臼杵の歴史と深い結びつきがあります。臼杵の地は当時赤飯を作るのにも原材料の小豆が高級食材とされていました。その代用として口なしで黄色く着色したのが始まりとされています。はえ。そして次に火薬を紹介いたします。野菜や豆腐、エソという白身魚が入っている煮物料理です。これ僕も好きな味なのだ。食べ方もわからない未開人だと笑われてしまいますよ。なんか急に煽ってきたぞ。もちろん火薬だけでも美味しいのですが、黄飯と一緒に食べると美味しく食べられますよ。黄色いご飯に火薬の野菜と魚のハーモニー。これはスペインのパエリアなのだ。この演出のために2分も要しました。先ほど私が臼杵城で外交の話をしていたのはここにつながるんです。諸説ありますが、農林水産省によりますと、
王藩はパエリアを参考にしたと言われています。ここで壮大な伏線回収。大分県民は全員チャンネル登録を。本当は食材や誕生秘話について深掘りをしたいのですが、こちらも旅行動画として再編集しますので気長にお待ちください。確かにサッカーの観戦記だけで3時間ぐらいの超大作になりそうね。そうなのだ。これトリニータの観戦記なのだ。大分駅にワープしたのだ。ここからシャトルバスが出ているのね。そろそろ充電が必要なのでサッカーパートは休憩させていただきます。九州そらちゃんはロボットって公式設定だから仕方ないのだ。そういえばトリニータの観戦は7月のアウェーのジュビロ戦以来ね。日程を見ても7月と8月は東日本でのアウェーがないからなのだ。トリニータの話に移すけど、ホーム戦では4連敗しているわ。何もない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 。今季最低のゲームです。今の花にとはいえ投稿者はダゾーンに入っていないから具体的な試合内容には触れにくいのだ。 J2 リーグを俯瞰してみれば、このリーグの折り返し時点の順位は当てにならないわよ。ただチャンネルとしてトリニータに関しては6月頃から怪我人や組織として意思疎通不足なのは指摘していたのだ。これは憶測で話すしかないんだけど、若手とベテランの融合が今はうまくいっていないと思うわ。スタジアムに着いたのだ。11年ぶりに来たわね。やっぱりドームはでかいのだ。バスに降りてすぐに屋台があるから行ってみるのだ。これはニラ豚丼ね。甘口タレにニラのシャキシャキ感と豚肉の甘みを感じられる丼なのだ。この後ハーフタイム中にビールと串揚げをいただいたのはここだけの話よ。それじゃグッズを買うのだ。ペンライトが戦利品です。本当はクラブトリニータで爆買いしたかったんだけど、次回に持ち越すことにしました。そういえばスカイファミリーのコラボグッズ買い忘れたのだ。今では深夜アニメでもコラボをする時代になったわね。これは高千穂が聖地の推しの子とのコラボグッズを作らなくては。後の日報の欄である。選手たちが来たのだ。お盆休みだから観客も多くて盛り上がっているわね。それで今日の注目選手は今日は松尾選手に期待するのだ。今年のルーキーに期待ね。右からの得点能力は高橋大輔選手を報復させるのだ。懐かしい選手が出てきたわね。松尾選手は将棋でいうと桂馬のように斜めの動きができるのが大きいわね。要は斜めの走り込みでマークがずれたりボールを受け取るためのスペースを作り出しているわ。なかなか高度な話でついていけないのだ。それじゃ今日の試合予想はと言ってもそれを聞くのも失礼ね。もちろんトリニータが勝つのだ。勝って悪い流れを打ち切るのだ。ということで試合終了まで守るのだ。この崖っぷち、もう負けられない。崖っぷちだと思っているあなた、諦めようとしてるんじゃないですか。無理だと思ってるんじゃないですか。何言ってんだよ。その崖っぷちが最高のチャンスなんだぜ。自分の全ての力を出し入れるんだから。崖っぷちありがとう。最高だ。やったのだ。勝ったのだ。11年ぶりに来ての勝利ね。これで11年間負けなしです。鮎川選手の初ゴールも見れてよかったわね。とても頑張っていたのだ。下平監督が思い描くようなショートカウンターを成功させていたわね。クロスを上げた際も長澤選手がおとりになって鮎川選手はうまくスペースに走り込んでくれたのだ。あとは怪我明けから高木選手も無失点勝利に貢献したのだ。高木選手のコーチングはもちろん守備陣も気を緩めずに藤枝の選手にプレスをかけていた。それから高木選手は攻撃面でもカウンターの起点を作ってくれたのも良かったわ。この試合は出場した全員が持ち味を出せたゲームだったのだ。でもデルラン選手のゴールが決まっていれば
あれ決まっていれば YouTube で再生数がすごいことになりそうね。シャトルバスの時間もあるからそろそろ移動しましょう。昨日の勝利おめでとうございます。ソラちゃんおはようなのだ。今回は初日に行けなかった八幡かまど神社に行きましょう。電車の本数に限りがあるから時間管理は重要になるわね。ここでクイズです。八幡かまど神社は何のキャラクターの聖地でしょうか？そりゃ、鬼滅のキャラでしょ。これではいけませんね。これだからオタクサコはこの神社はニタンの聖地なのだ。でもどうしてニタンの聖地になったのだ？昔亀川に白い亀が見つかり朝廷に献上したところ大変喜ばれました。それアルビノの亀じゃ。ちょっと黙ってもらっていいですか？それから亀は幸運の象徴ともされています。それならニタンも全試合のスタジアムに顔を出せばトリニータの勝運もアップするのでは？あまり案内役を困らせる質問はしないでね。そんなことよりこれ見てくださいよ。鬼滅の刃のキャラが描かれた絵馬がいっぱいですよ。鬼滅の話は別途旅行動画で詳しく語るから待っててね。お分かりいただけただろうか。ちょっと枝豆はどいてもらっていい？さよならなのだ。何この演出？数多くの鬼滅の絵馬がある中、トリニータの絵馬が一つだけ見つかりました。私に内蔵されているスキャンでなければ皆さんは見逃していましたね。この画力は相当な忠誠心。ここの神社は大分トリニータが新シーズンを指導するときに必勝祈願を毎年行っているわね。神社の公式サイトにも必勝祈願が掲載されているのだ。さすがお二人はご存知ですね。それでは昨夜の勝利を感謝しに参拝しましょう。参拝が終わりましたら空港行きのバスにご案内いたします。ここで私ができることは終わりました。東京に戻ります。今回は大分まで来ていただきありがとうございました。ありがとうなのだ。ありがとうございました。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか？批判的に見れば宇佐神宮や臼杵の話などもう少し深掘りしてほしかったと思う視聴者様もいらっしゃると思います。今回はトリニータの観戦記としての動画だから編集上仕方ないかもね。ということで今年の9月末までに独断と偏見で制作した大分旅行記をアップいたします。ただのうるさい動画なのだ。それで次回のアウェーは9月9日のヴァンフォーレ甲府の試合ね。そうなのだ。次回の投稿も楽しみにしてほしいのだ。最後まで見てくれてありがとうなのだ。ありがとうございました。ありがとうございました。